あらら、どうやら遅かったみたいね。残念だね。大暴れできると思ったのに。ほんと、私たち3人が揃って出撃できるのは、これが最後のチャンスだったのに。あなたのための盛大な追い出し会になればと思ってたんだけど。ごめんね、ロラ。あなたが活躍するチャンスがまたなくなっちゃったみたいよ。頭がクラクラするな。目が覚めたんですね。死ぬほど心配したんですよ。もうずっと眠ったままかと思ったんですから。ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫。君が無事みたいでよかったよ。他のみんなは？私はここよ。なんだ、幽霊か？千秋さんですよ。彼女、巨大化が解けてからずっとあの調子なんです。最初はなんともなかったんだけど、力が入んなくなっちゃって。私、死んじゃうのかな。アストラルの後遺症だろ。何しろあれは欠陥品だからな。レビとスタリは？お姉ちゃんは、あなたの無事を確認してから、車で行っちゃいました。やることがあるそうです。じゃあスタリは？誰も見てないね。ああ。あなたの手下は全部逃げちゃったの？彼女たちは私の手下じゃないわ。私たちはただ手を組んでいただけよ。なるほど。彼女たちがあなたの手下なら、あなたを置いて逃げたりはしないか。あなた、ずっとこの観覧車に乗ってたの？上からの眺めは素晴らしかったわ。そうなんだ。機会があれば私も彼と乗ってみようかな。彼のことが好きなの？ここで彼とどんな話を？彼に言ったの。アイギスとは偽りに満ちた盾だって。話って、それだけ？他に何を話したと思ってたわけ？よかった。ここで告白したのかと思ってたから、もう死ぬほど心配で、さっきからずっと心臓バックバクだったの。私が何か言い返すとでも思った？あなたの身分的には反論すべきだと思うわ。だけど私にもあなたの立場がわからないから。私の立場？私の立場なんて簡単だよ。当ててみる？あなた、私に謎々を出しにここまで来たのかしら？それってまだ逃げる気でいるってこと？やるべきことは全てやり尽くしたわ。私の嘘は成立しなかったけど、少なくとも私の作品は完成したから。レベッカのこと？彼女じゃなくてもよかったのよ。結果的に彼女が私の作品になったというだけ。現在化を果たした人類にね。そんな理由で10年間も彼女たちの面倒を見てたの？それ以外何かある？さあね。それはあなた次第でしょ。あなたにとって彼女たちがどういう存在なのか、それはあなたにしかわからないことだから。まあいいや、本題に入ろう。黒幕は誰？黒幕なんていないわよ。
私が振り返ったところで背後にはあなたがいるだけ。あはは、笑えない冗談は嫌いなんだけど、現在のニムビウスコアを育て町の通信網を遮断する。これはあなた一人でできることじゃない。誰の手助けがあったの？私を調べても何も出てこないわよ。あなたを連れ帰りさえすれば方法はあるよ。私はもうすぐ死ぬもの。何をしたの？体内にニムビウスを注入できるのはあなただけじゃないってこと。5、6分もすれば私の体は液体に変わるわ。どんな尋問のプロでも液体から情報を引き出すのは無理でしょ。自分の体なのにむごいことをするね。いいえ、あなたに比べれば私なんかマシよ。興味があるわ。あなたの体がどうなっているのか。なぜ何度もニムビウスを注入して普通に生きていられるのか。運がいいからだよ。はあ、無駄足になっちゃった。何か役に立つ情報が手に入るかと思ったんだけどね。そのためにレベッカたちに近づいたの？私は彼に会うためにこの町に戻ってきただけ。そうしたら今回の事件に巻き込まれたの。つまりあなたがついてなかっただけ。あるいは私の運が良すぎたのかもね。あなたたちが来るのがあと2日遅ければよかったのに。そうなればレベッカとレビーは本当に死んでいたかもしれないけど、それはいいの？きっと辛いでしょうね。でもそれなら彼も動揺しなかったし、あなたたちにとっても都合が良かったんじゃない？動揺？彼は善人よ。だけどはっきりした目標を持ってるわけじゃない。彼の過去に何があったのかは知らないけれど、彼は自分が何を求めているのかすら分かっていないみたいだったわ。自分の行動が間違っていたと気づいた時、彼の世界は変わり始めるでしょうね。そうなった時、私に代わって彼がアイギスの偽りのベールを引き剥がしてくれるはずよ。はあ、あのね、そんな心配は少しもしてないし、あなたが何を吹き込んだかもどうだっていい。これまでもこれからも彼が何かのきっかけで挫折したり弱気になったり堕落したりするかもしれないなんて私は全く考えてないよ。だって彼はそんな人じゃないから。永遠に変わらない人なんていないわよ。もちろん彼だって変わることはあるだろうね。でもきっと元の正しい道に戻ってきてくれるからね。本当にそう信じているの？もちろん。だって私にとって彼はヒーローだもの。ヒーロー？あなたたちが自分の不幸を理由に他人を恨んで身勝手に誰かの人生に憎しみをぶつけている時も、何度でも人類滅亡の危機に向き合って世界の果てでやり直そうと祈り続けている人、彼とその痛みを分かち合える人なんていないのに。私はアイギスが正義かどうかなんてどうでもいいの。じゃあ何がしたいの？誰にも
彼の邪魔はさせない。彼が世界を救って私があなたたちを始末する。それこそ私の使命だから。私の使命は実験を完成させることだけだったのかしら。全部聞いてたの？盗み聞きする趣味はないわ。全部知っているんでしょ？スタリから少しだけ。私とレベッカの体に関することは聞いたわ。それって全部知ってるってことじゃない？後悔しているの？ベルナビエラ店長。名前間違ってるわよ。後悔しているの？店長。あなたたちを騙していたことを？実験を諦めきれなかったことをよ。どうして後悔しなくちゃいけないの？アイギスへの復讐。そのためにこの20年間を過ごしてきたのに。もっとも大樹を揺らそうとするアリみたいな荒唐無稽な自己満足に過ぎなかったみたいだけどね。私たちはあなたにとって何だったの？私に何を言わせたいのかしら。あなたが手に入れられなかった何かを私に期待しても無駄だわ。私はそんなに優しい人間じゃないのよ。レビー、私たちは互いを救うことはできないの。ただ利用し合うだけよ。利用し合うだけの何がいけないのよ。自分が何をやろうとしていたのか忘れそうになるのよ。私もうっかり自分に騙されるところだったわ。過去を捨ててバカバカしい家族ごっこを続けられるって思うところだった。でもあなたには何も残らなかったじゃない。完成するはずだったものが完成せずに終わるっていうのは何も得られないよりもずっと辛いことなの。その完成のためにこの10年を否定するの？20年の方が10年よりも長いわ。どっちの方が長いって話じゃないでしょ。あなたたちにとってはそうなんでしょうね。レビー、私を信じちゃダメよ。誰のことも信じちゃダメ。いいえ、私は人を信じるわ。誰も信じられなくなったら店長、あなたみたいになってしまうもの。裏切られるわよ。あなたみたいになるよりはいいわ。私はあなたの反面教師ってわけ？レビー、もしまた次があったら今度は映画館に行きましょう。どこに行くの？あなたたちに見つからない場所よ。死ぬつもり？あなたたちに見つからなければ
私の生死はわからないでしょ。結局スタリはいなかったな。大丈夫でしょ。あんなもんも平気で耐えるんだし。あいつに何かあるなんて想像できないよ。荷物は全部片付いたよ。すぐに出る？ええ、行きましょう。本当に店長を探さなくていいの？彼女が私たちのことを気にしてくれてたらまた会うこともあるわよ。ああ、ステファニー博士。こっちの声は聞こえている？ちゃんと聞こえてます。あの姉妹、レビーとレベッカは近くにいるのかな？はい。二人にはもう箱舟のことは話したの？すでに話してあります。私たち、あんたたちと一緒に箱舟に行かないといけないの？今のはレビーです。アイギスの援助は必要ないということなら、あなたたちの意思を尊重するよ。好きな町に行って新しい暮らしを始めればいい。ただし体の変異をコントロールできなくなってあなたたちが本物の原罪になってしまえば、2人ともアイギスによって殺される。それは決定事項だと思ってくれ。あなたたちに個人的な関心があるわけじゃないよ。頼みがなければあなたたちのために時間を割くことだってなかったからね。私があなたたちの担当医になって健康管理を引き継ぐこともできるけれど、その代わりその間は私に従ってもらうよ。あんたの物言い聞いてると一言言いたくなっちゃうんだよね。あんた誰に対してもそんな態度なわけ？私たちの体が元に戻ったらその時は自由にしてくれるのよね。約束したことをわざわざ保護にする理由はないよ。それとも私たちを信用できないのかな？あと彼もその箱舟にいるのよね。彼なら正式な任務開始まではダニューブの箱舟で訓練を受けることになってるよ。だったら大丈夫よ。そうよね、レベッカ。それじゃあ詳しい話はあなたたちが箱舟に戻ってから説明するよ。ちょっと私は今回は相当働いたと思うんだけど、どれだけ働いても1回は1回だよ。ステファニーのケチ！博士、まだ何かあるのかな？ジョセフィーヌ・ベルナツカヤという名前に聞き覚えはありませんか？今回の件の首謀者だろ？それが何か？それだけですか？興味ないな。わかりました。あの人の印象はどうだったかな？誰のことです？ベルナツカヤ氏ですか？私が言ってるのはあなたがローガンまで会いに行った相手のことだよ。お話しした通りですよ。約束をすっぽかされて結局会えていません。本当に？それは残念だったね。まあまた会える機会もあるだろう。と言ってもあの人のあなたへの印象はまずまずだったようだけどね。は？